発酵させるために堆肥。なんで発酵させるかというとですね、まず木片、藁、コーヒーかすみたいなのもあるし、それからビール工場とかですね、ウイスキーの工場からもうカスとかですね、もう食品のカスとか、もう何でも、堆肥になるわけですけれども、畜産堆肥もあるし、牛や豚の糞ですね。で、鶏糞はそのまま肥料として使われます。鶏糞はね、非常に窒素やリンがたくさん含まれているんで、鶏糞の場合はそのまま肥料として使われますが、でも豚の糞や牛の糞、あるいは馬の糞はいわゆる堆肥としてある程度発酵させるわけですが、畜産堆肥の場合は非常に発酵時間が短くて済むわけですけれども、木片とか藁とかこういうものはですね、長く堆積させます。発酵させるわけですね。で、発酵させるのはなぜかというと、まずどうやって発酵させるか、昔からのやり方を説明します。近代的な堆肥工場でなくてね、昔からのやり方を説明しますと、こういう場所にですね、こういうまっすぐな平地でやるわけです。平坦なところでね。で、これを藁とか少々の木片とか落葉とかですね、葉っぱですね、こういうものを堆積します。で、大体高さが理想的には2メーター以上。2メーター以上になるように、堆積するわけですが、なぜ2メーター以上かというと、こうやってここは、安息角ぐらいになっていて、安息角ですね。で、それで堆積させますと、中で発酵するわけですね。微生物が住んでます。バクテリアとかいろんな菌類が住んでますので、それが有機物を分解し始める。で、その分解するときに熱が出ます。人間も食べ物を、分解して吸収することによって熱を出して、体温を維持しているわけですが、微生物が活動することによって熱が出ます。で、この堆積する高さが小さいと熱はすぐに逃げちゃう。逃げちゃうんですが、これが2メーターぐらい以上、3メーターか4メーターとかね、高くなると中の熱がなかなか逃げていかないんですね。で、発酵温度がどんどん高くなります。で、高くなって50度、あるいは60度、場合によってはですね、100度を超えちゃうこともある。100度を超えると、中でアルコール発酵していたりするとですね、そのアルコールが燃え出して、いわゆる自然発火といって火事になってしまうこともたまにあるんですけれども、そういうことは普通はない。でも昔は紙パルプの工場で木材輸入して皮を剥くでしょ。で、その皮を剥いて、その皮は紙にならないので、チップヤードなんかで堆積させる。その時の堆積する高さが5メーターとか10メーターとか、非常に山みたいに高くなると、中の発酵温度がもう非常に高くなっちゃって、中で自然に燃えちゃうということが時々起きたわけですが、そこまでいかなくてね、2メーター3メーターぐらいだったらそこまでの温度にはならない。ですが、50度60度になる。じゃあなんでそういうふうにするかというと、実は病原菌を殺すためです。自然の有機物には樹木の病気、野菜の病気、草花の病気、こういう病気がたくさんいます。で、そのたくさんいる病気がですね、50度60度になるとですね、その病原菌のタンパク質が変質してしまいます。いわゆるゆで卵になっちゃうんですよ。ゆで卵になってしまって、タンパク質が変質してしまうので、その病原菌は死んでしまう。だけど外側はまだ外気温とそんなに変わらない。だからこの中を一回入れ替えるわけですね。中と外、こういうのを、こういう入れ替え作業が何回か行います。
でそれを1ヶ月に1回とかですね、2ヶ月に1回とか、普通は1ヶ月に1回ぐらいですけれどもね、何回かやって全体がもう60度以上の熱を経験するようにします。そうするとこの資材は非常に、安全な資材になるわけですね。つまり全てが60度以上経験して病原菌は死滅してる。じゃあ菌は全然いなかったというとそうでなくて、耐熱性の菌、耐熱性の菌が有機物を少しずつ分解していきます。分解していってだんだん食べ物がなくなって分解することができなくなってきますね。そうすると分解することができなくなって発酵温度がどんどん下がってきます。